はいどうもチートンです。今日はテナガエビを取るために川にやってきました。今回は秘密基地の前に生けすを作って、その中に今日取ったテナガエビを入れて、いつでもテナガエビを食べられるようにしたいと思います。ということで早速テナガエビを取っていく。テナガエビは淡水や汽水に生息する生物なんですけど、どちらかというとね、汽水域の方が多く生息しています。なので今回はね、河口付近の川にやってきています。ちなみに漁業権のない川に来ています。うわ、ここクレソンがいっぱい。早速テナガエビいますね。テナガエビはライトで照らすとこのように目が光るので、夜に来ると非常に見つけやすいです。よいしょ。あ、逃げちゃった。っていうか今ここに2匹いたね。お、でっかいの取れた。でかっ。いいサイズ、いいサイズ。テナガエビゲット。すごいでかいの取れたよ。見て。本当だ、見て。え、取ってる。見て。もうこんなに取ってんの。うん。いいサイズじゃん。よくない？すごい。うわー、うまみうまいわ。よ、なんかいっぱいいるよ。すごい。じゃあもうちょっとだけ取ろう。テナガエビは雑食なんですけど、肉食が強くて、特に縄張り意識が強いので、あんまり狭い空間に入れておくとお腹が空いてきた時に共食いしちゃうんで、なるべく早くね持ち帰ってあげたいと思います。もうちょっとだけ取ろう。あ、いたいたいた。この石の後ろにいる。こっちから手を入れて、入ったー。ほら、いいサイズいいサイズ。これうちのテナガエビと違うかも。さっきのテナガエビもそうだけど、これ多分平手テナガエビだね。危ない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 。どんどん取っていきましょ魚がいる。う。おお、魚は今回いいぞ。何これ、魚。なんだろう。あ、本当だ。取れた。あ、アユだ。アユ。ほらほら、アユ。あー、逃げちゃったー。まあ小さいからそれは逃がしましょう。あ、あそこ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 。あ、ゲットー。いいサイズいいサイズ。いた。横移動できる。うわ、早っ。あ、入ったー。テナガエビ早っ。でもゲットー。まあ引っかかった。あ、ゲットー。赤い。あ、あべ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 危ねえ。はい、ゲット。あっちあっち、あそこあそこ、あの石の下。これ？うん、そう。あ、ナイスゲット。取れた。取れたね。投入。15分そこらでこんなにたくさん取れました。入れていいよ。めっちゃでっかいのいる。取れたね。めっちゃいるやん。こんだけ取れれば今回はいいね。うん、それではこれを持ち帰って生けすの準備をしたいと思います。エアレーションの電源をジャクリのねポータブル電源につなぎます。ポチッとな。これで通電状態になりました。しっかりエアレーションが動き始めました。ジャクリのポータブル電源があれば、いつでも生き物を生かして持ち帰ることができます。そしたら明日は早速掘りかけの井戸の様子から見ていきましょう。ということで帰宅。今の井戸の現状なんですけど、今これ8メーター掘り終わったところなんですけど、これがねついに折れてしまいました。8メーター持ち上げた時に上がしなって曲がっちゃったんですね。なんでここからはここに水道水をぶち込んで、水圧でぐりぐり掘っていきたいと思います。ということで井戸を掘っていく。このねホースの先を塩ビパイプに刺して、うわっ、塩ビパイプの底から水を噴射させます。こうすることでついて崩れた土がどんどん地表に溢れてくるというわけです。横から見るとこの継ぎ手がちょっと見えるくらいですね。まずは目標として継ぎ手が見えなくなるまで掘っていきましょう。お、ちょっとついただけですけど少し入りましたね。確実に掘れています。頑張っていきましょう。井戸掘ってる。また？ちょっと疲れたから変わって。どんどんついて下の土をほぐすの。めっちゃ跳ねてるよ。洗えばいい。どう、掘れた？見てごらん。ほら。このラベルが見えなくなったね。硬い。ちょっとやり方考えないといけないかもな。先端を尖らせるとか、ちょっとねいろいろやってみよう。こんな感じで先端を尖らせました。これで井戸の底をついて掘り下げていきたいと思います。結構掘れてる。さっきこのラベルが沈むくらいだったんですけど、ここからズズズズズズズっと深く掘れましたね。先端鋭利にしたのは大正解です。ガンガン掘っていきましょう。
あれ、なんか詰まったな。あ、石だ。今までこんな石が上がってきたことないのに、そろそろ水に近づいてる可能性ありますね。うわ、取れた。あ、見て、砂だ。今までかなり粘土質だったんですけど、結構砂が増えてきてるみたいですね。少し期待が持ててきました。ガンガン掘っていきましょう。おはようございます。水を使って井戸の底から泥を吹き上げてたんですけど、下から3、40センチぐらい砂が溜まってしまいました。もう水圧だけでは砂を吹き上げることができないので、この逆止弁のついた水庫で井戸の底に溜まった砂をかき出したいと思います。水庫でつつくことで井戸底に溜まった砂が逆止弁のこっち側に入ってきます。一回上げてみましょう。お、水がちゃんと持ち上がってきた。おお、見てこれ、水庫がちゃんと機能を果たしてくれてます。これを何回も繰り返して井戸の底を掘り下げていきましょう。よいしょ。どんどん取れる。やっぱ水庫だね。今 8.5 メートルぐらい掘れてますからね。中に入っていく塩ビパイプも相当長いです。お、キツネの松明が生えてますね。もうだいぶ時間が経ってグレバもしおれてます。これは以前取ったキヌガサタケと同じスッポンタケ属のキノコです。まだ若干粘液が残ってますが、だいぶ雨で流されてますね。ちょっと匂いを嗅いでみましょう。キヌガサタケほど臭くないですね。生のタケノコのような匂いがします。キノコの先端から生のタケノコみたいな匂いがします。このキツネの松明も食べることはできるんですけど、ちょっと時期が過ぎてますね。綺麗なのがあったら今度食べてみたいと思います。はあ、これめちゃくちゃ大変。運動量の割に全然入っていかないです。新しいパイプを買ってきました。これ電線管でホームセンターで売ってます。規格はねこれと一緒なんですけど、電線管基本的にはネジ切りされてないんですよね。なんでこういうね継ぎ手を作ってネジで留めて脱着可能にしました。こうすることで分解しながら井戸からパイプを引き上げることができます。そうすればねいくらでも延長することができるので、これでやっていきたいと思います。ただね、引き上げてる途中に手を滑らせて落とすとドリルを回収不可能になるので、それだけ気をつけないといけないです。ということでこれをこのドリルにくっつけて掘っていきます。ここで手を離すとこのパイプが回収不可能になります。これをここにつけて M6 のネジで固定していきます。そしてハンドルをつければ掘削機の完成です。結局元の形に戻りましたね。またどんどん掘っていきたいと思います。やっぱりオーガの方がガンガン掘れますね。地層が変わってぐいぐい食い込むようになりました。その分抜くとき大変なんで、もうちょっとこまめに抜き取ろうと思います。それとね、砂利っぽいものが混ざるようになってきました。そろそろ耐水層に届くのかもしれません。楽しみです。おお、わかるかなこれ。手応えがジャリジャリ言い始めました。これは砂の層にぶち当たってますね。井戸掘り機を抜きました。見てください、砂利だらけ。バケツで洗って砂を見てみましょう。砂と礫の混合物が得られました。今までは粘土層を掘っていて全く砂なんかも入ってなかったんですけど、だんだんと砂が混じるようになってきて、ついにはね礫が入るようになりました。井戸を掘っていると水を通さない粘土層を掘っていって、やがて水を通す砂礫層というところに到達するんですけど、今まさに砂礫層に到達しました。見てください、これこんなにたくさん砂と礫が混じっています。そしてね、この土自体がめちゃくちゃ水分を含んでます。ただまだ砂礫層に到達して間もないので、もうちょっと砂礫層を深くしてコンコンと水が湧き出るようにしたいと思います。掘削機だと井戸の底のものを持ち上げることができなくなってきたので、今水庫で持ち上げています。そしたら井戸の底からこんなものが出てきています。よいしょ。はい、砂が出てきました。掘削機で持ち上げることができなかったのは砂の層に到達したからですね。
こうやって水庫ならね、井戸底のものを持ち上げることができるので、しばらくこれで井戸の底のものを全てかき出したいと思います。井戸底の清掃が終わったので Amazon で買った深井戸水中ポンプを使って井戸の水を汲み上げてみたいと思います。給水するところに畑で使う寒冷車を巻いて大きな異物が入らないようにしました。以前の動画で井戸穴にケーシングパイプを入れないのかっていうコメントが結構あったんですけど、ここの地層が本当に硬くて全く崩れないのと、まだ深く掘っていくかもしれないので、まだケーシングは入れずにこのまま使っていこうと思います。ということで井戸ポンプを入れていきます。約 12.5 メーターあるので、これを手放してしまうと回収が本当に難しくなるので、頑丈な紐をくくりつけてどんなことがあっても回収できるようにしてあります。ということでここに塩ビパイプをねじ込んでいきます。ギュッと。そしたらついにポンプを下ろしていきます。よっ。ここからは4メーターごとに延長していきます。重たい。 OK。 よっ。くそ重すぎるんで、ロープをこの辺にくくりつけて両手で作業していきましょう。 OK。 最後のパイプを継ぎ足しました。井戸底まで落ちました。給水口がポンプの上部にあるので、ポンプは井戸底に当ててしまっても大丈夫です。そしたら早速ね、電源を入れていきましょう。スイッチオン。おお、出た出た。出ますね。ただね、これはまだ井戸に溜まってる水なんで、井戸の水をどんどん抜いていつまで水を出し続けられるかやっていきましょう。引き上げた井戸水が下に落ちないように水を外に捨てていきます。とりゃ。おー、すげえ。深井戸ポンプ強力ですね。めちゃくちゃ水が出てる。まだまだ出てます。どんだけ出るんだこれ。すげえな。あ、止まった。止まってはいない。一応出続けてはいますね。これがこの井戸の限界ですね。ただね、今までみたいに完全に止まることはなくなりました。この井戸は常にこれだけの水量が確保できているというわけです。ちゃんと出続けてる。しかも井戸っていうのは使えば使うほどね、特に最初のうちは水量が上がってくるので、このままどんどん引き上げて水をね、きれいにしつつ水量が増えていけばと思います。そしたら井戸の水がきれいになるのを待つ間に、テナガエビを飼育するための池を作っていきましょう。これは石でできた水がめなんですけど、僕がね、子供の頃におばあちゃんの石亀を奪ってここに埋めました。もうね、かれこれ何年もここに埋まってるんですけど、綺麗にしてテナガエビの飼育池として活用していきたいと思います。ちょっとひび割れて水が漏れる可能性もあるんですけど、常にね、水が入ることになるんで多分大丈夫だと思います。ということで水亀を綺麗にしていく。なんか入ってんなこれ。でっかいもの埋まってんな。なんだ、ただの石だよっ。はい、綺麗になりました。そしたらね、一旦水を入れて水を溜める能力があるか確認をしていきましょう。いっぱいになりました。ちょっとここからは漏れてますね。たださっきの井戸の流量を考えると、ここに入ってくる水の方が多いので、この水がめでいけると思います。これならここでテナガエビを飼育することができると思います。楽しみ。それでは井戸を見ていきましょう。まだまだ汚いですね。水は超冷たい。匂いを嗅ぐとね、かなりまだ泥臭いのと金っ気がありますね。鉄分が多い感じがします。もっともっと汲み上げて水が透明になるのを待ちましょう。井戸水がかなり綺麗になりました。めちゃくちゃ冷たくて気持ちいい。ただ鉄分臭さは変わらないですね。とにかく冷たくて気持ちいいです。それとね、井戸の穴の中に生き物とか土砂が流入しないように土のうで蓋をしました。この周りには堆肥を使っている場所とか肥料を使っている場所、その他ね、工場排水とか混ざる心配がない場所なので、地下水への汚染の心配はありません。そして金っ気があるって言ったんですけど、3日間ね、ここに垂れ流しにしていたら、分かりますかね、こことこの辺もキラキラ光ってるんですけど、これ
鉄バクテリアですね。鉄分が多くて鉄バクテリアが発生しています。こんだけ鉄分が強いと生き物の飼育にあまり適さないかもしれないんですけど、テナガエビはね結構その辺強いっぽいので、この水を使って早速ねテナガエビの生けすに入れていきたいんですけど、電気代がもったいないので、こちら株式会社ジャクリジャパン様からポータブル電源3000ニューと 100W のソーラーパネルをご提供いただきました。これがあればどこでも井戸を掘って水を汲み上げられるし、電気代はもとより停電を気にすることすらありません。ということで早速ね組み上げていきましょう。まあ組み上げるといっても、このコードをこの充電ポートに差し込むだけです。接続するとこんな感じですでに充電が始まりました。ちょっと角度が悪そうですね。ソーラーパネルを太陽の方向に向けてみました。ポータブル電源の方では約 55W で発電しています。現在 85% 充電されていて、この調子でいけば11時間で充電完了するという表示です。ちなみにこの 3000Wh という大容量のポータブル電源、 200W のソーラーパネルを6枚つなげれば、晴れの日ならたった3時間でフル充電ができるそうです。万が一停電や被災をしてしまった時を想像すると心強い味方ですよね。それとこうやってアプリとつなぐことで、現在の充電状況や発電状況まで全て手に取るように分かります。設定から充電モードの設定や省エネモードの設定、バッテリーの節約モードやいろいろとねアプリから設定することが可能です。めちゃくちゃ便利。ちなみに水のないビニールハウスですでにジャクリのソーラーパネルセットで井戸水を汲み上げる運用をしています。このハウスの天井にソーラーパネルが設置してあって、それがこのジャクリのバッテリーにつながっています。現在約 80W 充電されてますね。このバッテリー屋外にあるんですけど、この寒冷車とこの板で直射日光を避けるようにしています。井戸がここにあって約6メートル掘り下げてあります。ここに井戸ポンプが入っていて、ハウス内のこのタンクに定期的に水が入るようになっています。お、ちょうど出てきましたね。そしてこのスイッチもジャクリのポータブル電源につながってるんですけど、スイッチ入れると水が出るようになっています。今ジャクリのポータブル電源は 182W 消費してます。このまま使い続けた場合9時間散水ができる計算になっているようです。とは言ってもね、水やり自体は10分20分で終わっちゃうんで、今まで散水ができなかったことは一度もないです。このジャクリのソーラーパネルセットのおかげで、このビニールハウスではいつでも井戸水を自由に使えるようになっています。ソーラーパネルとポータブル電源の組み合わせは最強です。このジャクリのポータブル電源、出力 3000W と大容量で瞬間最大出力は 6000W までいけるので、起動時に瞬間的に大きな電流が流れる高速切断機なんかも余裕で動かすことができます。さすがに容量が大きいだけあってそれなりの重さはあるんですけど、同クラスのポータブル電源と比べるとサイズは 47% 小さく、重さは 43% も軽くなっています。なので大人の男性なら持って運ぶことは普通に可能だと思います。本体サイズがコンパクトでしっかりとね取っ手がついているので、女性の中でも非力なうちの妻でも簡単に持ち上げることができました。UPS& パススルー機能搭載で、ジャクリのポータブル電源を介して家電につなげておけば充電しながら家電を使えるし、万が一の停電時にも自動でポータブル電源から給電してくれるので、冷凍庫などで使えば停電時に冷凍庫の中身が全部溶けちゃうなんてことも避けることができます。とにかくポータブル電源は便利で、手軽なキャンプをしたい時に持っていけばキャンプ地でも自由に家電を使うことができます。早速 1500W の電子ケトルでお湯を沸かしていくんですが、 3000W と大容量のポータブル電源ならまだまだ余裕があります。うめえ。焚き火をしないお手軽キャンプ最高です。めっちゃ遊んでる。どこだあっちー、気持ちいい。暑い。気持ちいい。冷てー。冷たいけど気持ちいい。寒い。コーヒー入れる？コーヒー入れて。いいよ。高い。
ったかいね。ポータブル電源3000ニューは 3000W と大容量なので複数の家電を使ってもへっちゃらです。万が一被災した時にもこれだけの容量があればしばらくは最低限の生活ができるし、ソーラーパネルと組み合わせれば可能性は無限大です。ということで早速井戸ポンプの電源をつないでいきます。よっ、そして AC の出力ボタンを押します。これでここに電気が流れています。おっ、めっちゃ出てる。あ、止まった。ポータブル電源をいじってる間に井戸水の水位が上がったんですね。その分バーッと出て、またポンプのところまで水位が下がったんでちょろちょろと出るだけになったんですね。そして電源の方はというと、アウトプット、つまり井戸ポンプへ約 300W、 そしてインプット、つまりソーラーパネルからの充電が約 60W、 アウトプットの方が現在消費電力が多いですね。なのでこのまま使い続けるといずれバッテリーは切れることになります。まあ 100W のパネル1枚なんでちょっと仕方ないですよね。いずれはね 200W のソーラーパネルを複数枚接続してたっぷり使用できるようにしたいと思います。それと今回は1日1時間水替えを目的としてポンプを動かして酸素不足にならないようにエアレーションをいけすに入れます。そうすればバッテリーが切れることはないでしょう。これで早速いけすに水を引き込んでいきましょう。やっといけすに水が入りました。そしたらここに先日捕まえてきたテナガエビを入れましょう。投入。ようやく秘密基地の前のいけすにテナガエビが入りました。これ4時間に1回しか水が出ないので、ポンプが止まってる間は酸欠になる可能性があるのでエアレーションをしていきましょう。それではエアレーション用に延長ケーブルのプラグを入れます。挿入。ちなみに今ここについてるのはタイマーで、井戸水を4時間に1回あの水がめに入れる設定になっています。それではエアレーションを入れていきましょう。逃げ出してる。あぶねー。お、入ってた。エアレーションを入れようと思ったんですけど、今みたいに逃げ出すといけないので周りをね竹で囲みたいと思います。うわ、すぐ出る。ついに秘密基地の前にいけすが完成しました。ポンプが止まった時にテナガエビが窒息死しないようにエアレーションをしていきましょう。投入。ポータブル電源につながったコンセントに入れてスイッチオン。エアレーションが機能しました。これでいけすが完璧になりました。あとはジャクリのポータブル電源に 200W のソーラーパネルを何枚か追加して常時この運転が可能になれば完璧です。それではこのいけすからテナガエビを取り出して食べていこうと思います。今回も素揚げにして食べていこうと思ったんですけど、せっかくジャクリ様からポータブル電源を授かったので、今回はねオーブンを使ってテナガエビのパン粉焼きを作っていこうと思います。なのでテナガエビが閉まるのを待つ間にパン粉焼きの素を作っていきます。まずはパン粉、そこにチーズを入れて、マヨネーズ、おろしにんにく、そしてオリーブオイルを少々。今回全部目分量でやってます。これ自由にアレンジしちゃって大丈夫です。パン粉使わないで粉チーズだけでも全然美味しく作ることができます。ぜひ皆さんいろんなアレンジをしてテナガエビを楽しんでください。パン粉焼きの素がいい感じにまとまったので、これをテナガエビの背中に乗せていきます。肝心のテナガエビはしっかり締まりましたね。そしたら早速テナガエビを調理していきましょう。まずはテナガエビの尻尾の背の部分からザクッと切り込みを入れていきます。お腹の方まで貫通してしまって構いません。しっかりナイフを入れてパカッと開きます。こんな感じ。これはうまそう。食べ応えもしっかりありそうです。そしたら残りのテナガエビも同じように尻尾を開いていきます。ほんと身が詰まってますね。これは楽しみ。これでテナガエビ全部の尻尾が開きました。そしたらここにこのパン粉焼きの素を乗せていきます。もうこの時点でうまそうですね。そして最後に塩コショウを振っていきます。塩コショウはパン粉焼きの素に入れてもいいんですけど、直接舌に触れた方が塩味を感じやすいので、最後に全体にまぶしていきます。パリパリに焼けば殻も食べられるので、全体にねしっかりまぶしていきます。はい、テナガエビのパン粉焼きが準備できました。そしたらこれをオーブンに入れていきます。秘密基地には一番似合わない家電ですね。でもジャクリのポータブル電源があれば秘密基地でもオーブンを使うことができます。
おお、ちゃんとオーブンが機能してます。素晴らしい。ジャクリのポータブル電源様々ですね。 1190W を使ってますが、このポータブル電源は 3000W までいけるので余裕です。それでは手長エビが焼けるのをじっくりと待ちましょう。それにしてもめちゃくちゃ変な光景ですね。焼けました。いい匂い。オーブンで20分焼きました。手長エビなどの淡水生物は肺吸虫などの寄生虫がいる可能性があるので、しっかりね加熱して内部まで火が通るようにしてください。ハサミの立派な手長エビもしっかり焼けています。うまそう。手長エビのパン粉焼きが完成。川の恵みに感謝していただきます。やっと手長エビを食べることができます。見てこの大きさ。いただきます。うまい。手長エビの肉の旨味にチーズとマヨネーズのコクが乗っかってめちゃくちゃうまいです。これはたまらん。いただきます。最高。オーブンで焼いたんだけど、果たしてこのハサミの部分が食べられるかどうか。いただきます。パリッパリ。ちゃんと食べれる。香ばしくてうまい。どことなくカマドウマの味にも似てる。こういった甲殻類の殻は基沈質といって人間の胃では消化できないんですけど、動物性食物繊維として腸の中で細菌の餌になります。なんでね、消化できなくても有用なね動物性食物繊維として働いてくれます。なんで殻もバリバリいきたいと思います。香ばしい。ここまで焼けてれば頭もちゃんと食べられますね。いただきます。めちゃくちゃうまい。これはたまらんですね。どんどん食べられます。濃厚。めちゃくちゃうまい。旦那、いい匂いがするね。美味しそうなの食べてるじゃん。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど、めっちゃおしゃれじゃん。今回オーブン使えたんで。そっか。サクサクだし濃厚だしめっちゃ美味しいね。これは欲しくなるね。まだ真っ昼間なんで僕だけいただきます。いいな最高。いただきます。頭もしっかり濃厚です。うまい。結構身が入ってるね。美味しい。めっちゃハクハクおせんべいじゃん。最高に美味しいねこれ。頭の中味噌すごいね。手長エビは捨てるところがないね。まだねいけすに4匹残ってるから、またいつでも食べれるよ。子供たちがさ食べたいって言ってるから、あの4匹は取っといてもらえるかな。いいよ。ビールがあったら最高なのに、後で子供たちと一緒に食べるときに飲むよ。めっちゃ美味しい。本当にさ身がいっぱいだね。本当にね身がしっかりしててマヨネーズに負けてない。めっちゃプリプリ美味しい。手長エビめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだねいけすに4匹残ってるんで、いつでも食べることができます。そして今回ねジャクリ様からポータブル電源の案件をいただきました。概要欄に超お得なセール情報なども載ってるので、ぜひね概要欄のリンクからジャクリ様のホームページをご覧ください。今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタンを押して、下の共有ボタンから友達に拡散してください。こういった夜食に関する参考書チートン同食器も絶賛販売中です。ぜひそちらもね概要欄のリンクからご購入ください。これからもどんどん面白い動画を出していくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。